藤さんなんかすごい僕は笑みがこぼれてくるような相性を山崎とつくねで感じまして、塩には拍手醤油味噌には山崎という名言もいただいたところで今日の中山さんのその技というか合わせ具合はいかがでございましたか？いや本当感動ですよね。焼き鳥とウイスキー、合うという、それは前から思ってたんですけども、改めて、それを実感しましたし、焼き鳥の違いでもってその組み合わせるウイスキー、それぞれの香り味わいがさらにまた引き立ってというか、作るものとしたら本当に、それ嬉しいことです。それに同じハイボールで飲むにしても、ちょっとフロートしてくれるって、これがまた、酒のうまさを全然違う印象を与えてくれるっていうか、そして飲むほどに食べるほどにっていう両方が変化していく中で、やっぱりその組み合わせの良さっていうのを実感できる、やっぱり本当に素晴らしい体験でした。いやなんか良かったです。ありがとうございます。それもこれもやっぱり長野さんがやっぱ一番最初おっしゃった酒が好きという。酒が好きですね。それでもやっぱり僕は料理人とも言いますけども、焼き職人というふうに、ご本人おっしゃってて、でもやっぱりそこに何をっていうことをやっぱり常に考えるわけですよね。そうですね。常に考えてます。なんか思い浮かべてるんですか？メニューでこれやったらこの酒っていうふうに。それなんとなく思い浮かんじゃいますよね。先週ちょっと鮎をね焼く機会があったんですけど、これ案外合うなとか、そういう常日頃ですね。それってやっぱりソムリエさんでもないし、考え方として、やっぱり料理人の目線ですよね、考え方というか。食べ物好きの目線ですかね。我々ブレンダーにしてもやっぱり試行錯誤っていうか、これをちょっと入れたらどうなるかなとかそれやってみなきゃわからないことが多いから。そうですね。長沼さんの仕事にもそれがなんとなく感じられて、勉強になりますね。とんでもないとんでもない。いやタレの話もそうですし、やっぱりチャレンジしてみるっていう、そこから見えてくることもすごく多いですし、長野さんいろいろウイスキーはいろんなチャレンジを今日みたいにもちろん水割り、それからハイボール、フロートとかで基本的にはロックとかストレートはお出しに食中酒としては出さないですよね。でもなんかオリジナルのウイスキーもあるっていう話。そうですね。オリジナルというよりかいろいろブレンドはするんですけど、それはブレンドしたら美味しいかとかではなくてですね、ウイスキー好きな人はちょっと割とうんちくが多いんで、それの説明をしなくていいようにブレンドしてるんですけど、ただ以前小清水さんがね例えば黒角普通の角にいいウイスキーをキャップ1杯入れるだけでめっちゃ変わるよみたいなことを聞いたことがあって、それやったらやってみようかなっていうのも一つあるんですよね。プラスうちはバーではないんで食中酒として楽しむのにそこまでなんていうんですかね、厳密にいろいろ考える必要もないから混ぜてめちゃくちゃ美味しくなくなるわけはないと思うので、で今そうしてます。全部デキャンタでこういうふうにお出しするとお客さんはこのウイスキーは何だとかそういうことは全くなくなります。ブレンドは何をブレンドされてるんですか？いやその時々によって変わります。変わるんですか？残りこのぐらいになったら次何入れようかなっていう感じでやってます。それは邪道かもしれないですけれども、そうですね。いいかだと。毎回違う。毎回違いますね。で今回先週ちょっと先月かちょっと1週間だけちょっと特別にやった時期があって、すごく常連さんが来てくれたんでちょっといいのをブレンドして黒角って何年前に亡くなったんですか？10年までいかないですね。もう経ちましたね。その黒角を僕大量に今まだ買ってるので、それに今回はちょっと山崎12年をドボドボドボっと入れたやつがあって
それを650円でお出ししてました。それをじゃあちょっとお出しして。それは2つで俺は。そうか、それは毎回違うわ。毎回違うというか、そんな厳密じゃないんですよ。でも大体似てくるんですけどね。それはまあ OK ですよね。ありですよね。ただ日本のウイスキーに関しては絶対メーカーかぶらないようにします。はい。それはリスペクトとして。はい。これが黒角に。本当は小清水さんがキャップ1杯言ってたんですけど、結構ドボドボと。大丈夫ですか？抵抗なく飲みましたね。本当は黒角なんで白州の12年を使いたいんですけど、なかなか手に入らない。なんかもっと優しい感じがしたんですけども、どうなんですかね、これは。まあ普通の黒角のハイボールよりは美味しくなるな確かずっと思うんですけど、でもその系統的には白州12年を入れたかったんですよ。同じメーカーの中でのブレンドっていうんで、あんまり違和感がないんですよね。そうですね。すごく馴染んでますよ。よかったです。そうですね。まさにね、なんかお優しいっていうのは馴染むというか、全然スッと入っていくというね。その面では僕はこう今日ね、いろいろ塩とそのタレののける白州と山崎のように、なんか可能性ってすごくあるなと。ありますね。本当にちょっと手を加えだけもしれないどんどん変化していく。そうですね。だから3種類ぐらいハイボールやるのも面白い。そんなねたくさんやる必要ないですけど、3種類こうやるとある程度こうそのお店の料理に合ってくるんじゃないかなというふうには思いましたね。今回特に。だから本当にこうハイボールっていう一つのそれだけとっても本当にね2つでも3つでもちょっとこう選択肢があって。新しい出会いがそこで生まれればね、もっと飲んでみようかとか、もっとこう料理に考えてみようかっていう新しい世界開けますよね。そうですね。やっぱりこうハイボールにすることによってなんですかね、こう飲みやすくというかアルコール度数が下がるんで、で水割りだとなんかちょっと味がこう薄くなるというかボケる感じが僕はして、ハイボールだとそれがちょっと抑えられる気がするんですね。プラスこう食中酒としていいかなっていうふうに思うんですけど、どうですかね。ハイボールは炭酸のっていうか泡の刺激感があるから、それでこう飲み物として満足感というか刺激量があって、で炭酸っていうのは決してなんていうんですかね。私なんかではこのウイスキーの持ってる香りのやっぱり主要な部分をより引き出してくれるっていう感覚があるから、香りが立つんですね、炭酸によって。ですから度数が低くても飲んだ時の満足感が確保されるっていうか、そこが水割りと違うと思うんですよね。まさにこう炭酸の力によってそれも新しい。そうは感じてたんですけど、そういう理論があったんですね。何でもそうなんですけど、例えば生産者とか、それからこう僕らみたいなどっちかというと物を買いたいとか、やっぱりまだ別にこの研究者とかっていう人がいはるし、そういう意味では小清水さん研究者ですよね。研究者ですね。もちろんそのブレンダーっていうのは本当に単に作るものではないんで、そういう人がその会話に入ってくると、その奥行きとか深まりとか非常にその論理的にやっぱり整理されることがすごく多いような気がしましたね。なぜっていうところがこうきちっと分かっていくっていうね。今回のねあれでハイボールはいつもよりも香りが上がるんだよそういう理論がなぜかというとねっていうふうに言えるようになりました。なるほどと。本当に今日は塩に拍手
タレに山崎、醤油味噌に山崎。これもちょっと使わせていただいて、この炭酸によって香りが立つという3つボキャブラリーというかみんなに説明することが。でやっぱりこう長野さんが語っていただくことによってまたみんなにそれが広がっていって。でいろんなところで「あそうだよそうだよ」っていうなんかこう小さい掛け算なんですけどもそれがこう広がっていくと最終的にはなんかこう大きくなっていく。そうですね。お酒って楽しいんだよっていうのをなんか伝えたいですよね。そうですね。酔うだけじゃないと、酔うだけじゃないと思いますね。味わって最終的に気持ちよく酔ってねきちっと寝て次の日っていう。サイクルがいいかなと思うんですけどね。そういう時にちょっとこう、ね、今日みたいな知識とか入ってくるともっと、ね、私たちが普段思ってることを実践もすでにしてくれてるっていう意味で本当に今日は嬉しいですよね。体験でした。いやまあすごいいい経験をさせていただきました。ありがとうございます。お互いにこうまた惹かれるものが生まれたような気がして、今日は有意義な時間をどうもありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。